皆さん、こんにちは。今週の東洋の武術の授業は、単剣道についてです。前期の授業で、銃剣道の歴史とテクニックを学びましたが、今回は、それに関係のある単剣道についてお話しします。私はバティストと申します。全日本銃剣道連盟の国際普及委員会委員長です。皆さんは単剣道をしていますか？では、単剣道はどこから来たのでしょうか？単剣道の歴史は実はとても複雑です。というのは、2つの起源があるからです。日本とヨーロッパの両方の側面を持った武術なのです。この物語はフランスから始まりますが、最初はブドウではなく、絹を生産する虫、蚕の話から始まります。1855年、蚕の病気が発見され、ヨーロッパに急速に広がりました。当時、フランスは世界の絹産業のトップでしたが、この病気のために、絹産業の中心地であったリヨンではね、蚕が全滅してしまいました。蚕農家や工場は破産し、ナポレオン三世の帝国において最初にダメになった輸出産業となってしまいました。農家にとって喫緊の問題は免疫を持つ蚕か、あるいは少なくとも、この病気に強い何種類もの蚕を輸入することでした。実は日本の蚕がこの病気に一番強かったです。このことが1858年の日仏修好通商条約の締結を早めたとも言えます。そしてここから日本とフランスの正式な交流が始まりました。1864年には、横浜に住む外国人の多くをフランス人が占めていました。そこでフランス外務省はレオン・ロッシュを全権大使として派遣することにしましたが、その主な目的はですね、蚕の繭の貿易と絹に関することを全般的に監督することでした。ロッシュはしかし非常に優れた外交官で、彼はすぐに日本の政治界の中で最上位人物となり、14代将軍家茂は1866年にロッシュを外交顧問として昇進させるようにナポレオン三世に頼みました。その時には日本国内は非常に混乱しており、幕府は暴動や反乱に苦慮し、クーデターの危機もありました。家茂は軍の近代化の必要性を痛感しており、ヨーロッパからの軍事教官と技術者の派遣を公式に依頼しました。ロッシュは蚕の輸入のために日本に派遣されましたが、今や彼は日本の軍事改革における重要な役割を果たすまでになりました。日本に対する最初のフランス軍事顧問団派遣は、1866年の6月に合意に至りました。1866年に8月に、家茂が突然亡くなるわけですが、それでもこの合意の妨げにはならず、1867年の1月13日にフランス人教官たちは横浜に上陸しました。しかし残念なことに家茂の後に将軍になった慶喜は同じ年に、将軍職を退き幕府がなくなってしまいました。その結果、フランス顧問団は冬になり1868年に帰国することになりました。しかし、明治初頭に政府は1872年からフランスに軍人顧問団を派遣するよう再度頼みました。二度目の顧問団の派遣の目的は、陸軍富山学校を作り、徴兵制度を確立することでした。そして3度目の顧問団の時に戦術、砲術、体操、剣術の4つの部門を作りました。
剣術はさらに、3つに分かれて、聖剣術、フェンシングみたいと、軍刀術、そして銃剣、バイオネットを教えました。巨漢は剣術に重きを置き、中でも聖剣術に力を入れましたが、日本人は聖剣術が戦場で役に立たなさそうと思って、フランス人が変えた後は、主に軍刀術を訓練し、より日本的に改良したのです。彼らは、その新しいシステムを片手軍刀術と呼びました。さらに、彼らはフェンシングの道具を剣道で使うような防具に変えて、竹刀も用いることにしました。ただ考えてね、それなら無理に片手軍刀術をやらずに剣道をやったらよかったのにと思いませんか？実はそれができない問題がありました。日本はすでにヨーロッパのサブルを取り入れ、さらに正式な武器としてサブルの注文した。今更刀に変えることは不可能でした。お金かかりすぎからね。ヨーロッパのサブルはその特別なツバの形状によって両手で持つことができません。全軍がサブルを持つわけですから、その武器に合わせた訓練をしなければなりませんでした。だから片手軍刀術。日本の片手軍刀術は、ヨーロッパのサベルの技術を多く使いましたが、日本人の英詞に合うように足さばきを改良しました。深くつきますフェンシングを動きをやめて、飛び込みの攻撃を取り入れました。それでも攻撃の最後に浅い突きを、することはあり、これが今の短剣道や銃剣道に残っています。またはフェンシングの作法もやめて日本の礼儀作法を取り入れました。日露戦争の後、軍刀術があまり役に立たなかったとの声が、日本軍内で上がり、見直しと術の完成度を高まる必要に迫られました。新しい軍刀術として1907年に乗馬軍刀術が登場します。楽しそうですけど、馬の上に、剣道みたいをやります。ちょっとやりたいんですけどね。なかなか今のはないから無理。とにかく、それでもなお満足できず、1915年より日本軍は諸手軍刀術に戻る決断をします。諸手軍刀術は、剣道みたいだけど、軍隊がやることです。主に剣道です。ちょっと違うところがありますけど、ほぼ剣道。さらに1919年から日本軍は接近戦を想定した片手で使う短剣術を新たに取り入れます。短剣は30式銃剣を銃からを外して使ったものです。技術は日本の小立ち、そしてヨーロッパの片手サブル術をミックスしたものでした。銃剣の長さは53センチ。で、小立ちや脇差しに似てるんですね。それで、片手軍刀術は第二次世界大戦の前から大戦中にかけて銃剣と短剣が主流になるにつれて、徐々に消えていきました。1930年代から日本は軍国主義国家として武道、特に剣道と銃剣道をプロパガンダに利用し始めました。そのため、1931年から一般の学校でも武道を一種科目として教えるようになりました。この流れに乗って、プロパガンダとしての武士道が一般市民にも広く教育されるようになりました。第二次世界大戦の後、GHQ によって武道は数年間禁止されました。武道の復活には、モダンなスポーツとして、改良する必要があったのです。
受験道も現代武道として新たなスタートを切り、1956年に全日本受験道連盟が設立されました。しかし、当時は、受験道だけ復活し、単剣道は長年忘れられていました。連盟が単剣道の復活を決めたのは、1970年代の後半ぐらいですね。復活した単剣道は受験道の教育理論を元にしており、考え方や練習方法も似ています。現代武道として、単剣道の目指すゴールは、人間形成です。今は剣道と一緒で競技は男女別、3本勝負となり、個人戦と団体戦も、あります。では、単剣道は実際どんな競技か、ビデオで見てみましょう。単剣道の基本などを説明します。一番基本的な動作を見せます。まず、稽古は必ず礼で始まります。そして中段に構えます。中段の他にが、下段、上段、中段ひにみもあります。今回は台湾受験道単剣道連盟に演舞を頼みました。まず、胴つきという技です。まっすぐ胴をつきます。次は、喉つきです。胴つきと大体同じ技ですが、今回は相手の喉をしっかりつきます。その次は小手打ちです。剣道の小手打ちと似てます。右小手をしっかりを打ちます。ところで単剣道では右小手しか使わなくて、左小手は素手のまま、防具がありません。ここだけですね。ここは防具ない。理由は後で説明します。目打ち、剣道に似てます。最後は連続技です。4回行います。今は連続胴つきですが、各打突部位でも連続技ができます。4回目は離れて遠間からつきます。単剣道にはいろいろな技があります。払い技やすり上げ技、出鼻、返し技など。とりあえず、払いの技を見ましょう。払いは右と左に行います。払いは攻め技または応じ技にも、使います。
単剣道の得意は入身整体突きという特別な技があります。今までずっと左手を使わず腰に置いていましたが、今度は左手も使います。基本的に整体突きは3つのパターンがあります。まず、下方の整体突き。抱え込み。最後は相手の腕を単剣で姿勢をしながら持ち替えて左手でバランスを崩してつきます。整体突きがあるため左手には固定を、つけません。固定があったらなかなかね相手の肘を掴むことが不可能になりますからね。そして必ず相手のバランスを崩してからつきます。単剣道では必修試合という特別な稽古も楽しめます。例えば単剣道対剣道、または単剣道対二刀、そして単剣道対銃剣道やなぎなたもできます。単剣道は一番短い武器ですので、とても難しい戦いになりますが、勝つ方法がいろいろあります。一番大事なのは下がらないことです。単剣の時に交代してしまうと相手に届けなくなりますが、相手は長い武器を持てるため簡単にこちらを攻撃できます。ですから逆に単剣は絶対に入身すること、つまり相手の間の中に入らないとダメです。入身できたら相手は長い武器が使いにくくなるから、単剣が有利になります。種類の違う武器と戦うのは意外と難しいです。相手の武器によって前やスピードを工夫し、相手の様々な技に対応しなければいけません。それを学ぶために型がありますので見てみましょう。単剣道の型は単剣対単剣で行いますが、その他に木銃対単剣の型、または、単剣対刀の型もあります。まず単剣道の型1本目から5本目まで、仕方はいろいろな技を使って勝ちます。
6本目から8本目まで仕方は整体の技を使って勝ちます。入り身整体でつきます。木樹体探検の方では1本目から3本目まで木樹が勝ちます。しかし4本目から6本目までは逆に探検が入り見せたい技で木樹に勝ちます。探検隊等の方でも同じく1本目から3本目まで探検が勝ちます。そして4本目から6本目までは、逆に刀、つまり刀が勝ちます。
このように多彩な技があり、他の武道との交流もできる探検道も面白いですね。現在は日本だけではなく、世界中で探検道の稽古が行われています。今日、駆け足で説明しましたが、どうでしたか？少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいです。今日はありがとうございました。